皆さんこんにちは、ガジログです。今日はこちらファーウェイバンド6を150日間使用してきて出てきた不満点ということでお届けしたいと思います。私が購入したのがだいたい5月の頭ぐらいなんですけども、そこから5、6、7、8、9、10、今月10月になりましたので、本当にそろそろ半年になります。それで文字盤の購入もいろいろやってきましたし、こういったバンドも交換してきたりして、あとは水に洗ったりとかですね、温度の耐久テストとかいろいろやってきたんですけども、2021年は本当にこのファーウェイバンド6がもう大当たりという感じでした。ミースマートバンド6、シャオミの方も購入したんですけども、使用の時間が圧倒的に違ったんですね。私個人としてはこちらが合ってたなというのが正直な感想です。しかしながら今回150日も使ってきましたので、その中で出てきた不満点もどうしてもあります。それを正直にお伝えしたいと思います。またその中でも良かったことももちろんありますので、それもお伝えできればと思います。まずはその良かった点2つを最初にご紹介して、後半に不満点をいくつか取り上げてみたいと思います。では本日も行ってみましょう。では最初にですね、150日間使ってきて良かったこと、それは過去の動画を見ていただければ取り上げているのもありますので、ここでは2つ短く追加で紹介してみたいと思います。それは最近なんですけども、有料の文字盤ですね、購入する前にトライアルという形でお試しをすることができました。今回無料トライアルで試してから購入したのがこちらの文字盤です。これ通常540円なんですが、先日のセールで半額で270円で購入することができました。このデザイン性といろんな機能が詰まっているのでいいなと思って購入しました。他にも購入したんですけども、こちらですね。こちら結構ブラック基調で締まった感じでかっこいいなと思いまして購入しました。でこちらは30円だったんですよ。結構安いですよね。30円だったら本当に気兼ねなく購入できるかなと思うんですけども、これも合わせて同時に購入しました。このようにまず購入する前にお試しができたので、その購入するモチベーションというか動機が上がったんですね。それかなりアップデートの中では有料なものかなと思いました。そして天気の機能の中にですね、これタップすると天気に飛ぶことができるんですが、このような機能も追加されたのは良かったです。場所を隠していますけども、この紫外線指数1と今出ていますが、非常に弱いって出てますね。これが表示されるのが意外といいなと思いましたね。今外見ていますと曇り空になっていますので、紫外線は通常よりも炎天下よりも弱いというのは分かるんですけども、数字で表示されているというのも一つ参考になりますので、これはありがたいアップデートの一つでした。では他にもですね、いろんな良かった点はあるんですけども、150日間使ってきて出てきた不満な点ということでお届けしたいと思います。ではまず不満な点の一つ目、それは、当然ですけどバッテリーの減りが少し早くなってきたなというのに気づきました。当初いろんな設定をいじくり回した結果、14日間バッテリーを持ってきたんですけども、ここ最近ですね、使用方法は変わっていないんですけども、12日間に変わってきてしまいました。毎日使っていると劣化してきますので、それは致し方ないなと思います。半年で2日間ぐらいのバッテリー劣化が見られているので、また1年経った頃には4日ぐらいということでしょうかね。そうすると、満充電から、私の使い方からすれば10日間ぐらいバッテリー持つということになります。最初からすれば14日間からですので、4日間失うことになります。とはいえ、この血中酸素の24時間計測、ワークアウトとか息が上がっている時以外は計測ちゃんとしてくれますし、そして心拍の計測もそうですよね。そしてストレス計測、睡眠の計測ですね。今日はちょっと短いですけども、こういった計測をほぼ24時間やってくれているので、それでも10日持てば本望だなと思います。本当にバッテリーはこれヘビーに持つなという印象は変わりません。次の点は通知が来ないことが増えました。アップデートのたびにこのファーウェイヘルスのアプリの仕様が変わる感じがしまして、なんだかいつも通知が来たり来なかったりという感じがします。で、来るものと来ないものがあるんですね。LINE に関しては結構来ます。最近ですね、Gmail も来るようになったというか、ちゃんと来てくれるようになりました。直近ですけど来ていますね。で、LINE もちゃんと来ます。た
ただし着信通知があった時には来なくて、相手方が切った時にその不在着信という形で通知が来ます。でそれも来たり来なかったりという感じでしょうかね。ですのでかなり不安定な状態なんですよね。これは Android の端末の種類にもよるかもしれませんし、iPhone ユーザーの方もそうかもしれませんし、ちょっとよくわからない状態なんですよ。これだっていうのがちょっとまだ見えてない状態です。そして次の点ですけども、Bluetooth の接続が切れていることも増えました。気づくとですね、このお天気アイコンが棒線になってしまっていて表示されてない時があるんですよ。大概その時はスマホとの連携が切れているってことがほとんどです。そうしますといろんなデータがスマホと通信をしなくなってしまいますので、同期されてない状態なんですね。気づくと数日間分データが溜まっていて、気づいた時にデータを同期することによってスマホに反映されるということがしばしばあります。接続されている状態の時は接続済みっていうふうに今出ていますけども、これ気づくと接続がされていない時があるんですね。それはタップして接続っていうのが出てくるんですけども、それを押すことによってこちらのバンドと同期することができます。でもこれが当初はその切れてることがほとんどなかったのに、ここ最近は切れてるっていうのがちょっと嫌だなと思います。では次の点ですけども、それは無料の文字盤の選択肢にショートカットアイコンが少ないという点です。無料の文字盤を出したいと思いますけども、例えばですね、こちら無料の文字盤で多くの方ご存知だと思いますが、タップしてみますと、各機能にこのように飛ぶことができますよね。これは天気のとこは飛べないですね。ストレスは飛べますね。はい、このようにショートカット機能がついていて飛ぶことができます。しかしながらタイマーとかストップウォッチのアイコンが含まれている無料のアイコンというのが非常に少ないわけですね。その中でこちらの無料の文字盤なんですが、唯一というかこの文字盤に限ってはここにタイマー、そしてストップウォッチのアイコンがありますね。これかなり珍しいですけども、無料でこのようにショートカットのタイマー機能がついています。そしてこちらのステップっていうところをタップするとワークアウトに飛ぶことができます。これぐらいしかちょっと私わからないんですけども、無料版にはこの機能がついているものがほとんどないので、ファーウェイさんもう少し頑張ってほしいなと思いました。しかし有料のものになりますと、このようにいろんな機能を一つの画面に詰め込んで、このようにタイマーに飛んだり、そしてワークアウトに飛んだり、睡眠に飛んだり、ステータスに飛んだり、心拍に飛んだり、ほぼこれは全部ついている文字盤になっています。もう少し無料の文字盤の中にこういったアイコンを詰め込んでもらってもいいのかなと感じています。そしてこれに付随した問題なんですけども、それぞれのアイコンがタップしづらいんですよ。例えばこちらさっきお見せしましたけど、このように1回押しても反応しないことが多いんですね。ここは大きいのはいいんですけども、小さいアイコンタップしてもこれ一発で押せないことが多々あります。これ私だけかは分かりませんけども、反応が悪いというか精度をあえて落としているのかなという感じもしますけども、これも不満な点の一つです。さらに不満な点なんですが、それはマルチタスクができないことが多いです。というのはワークアウトしている時なんですが、例えばこちら身体トレーニングをしますね。このように始まりました。でこの時に例えばタイマー移りたいとかですね、他の機能に飛びたいという時にできないんですよね。唯一できるのは音楽再生コントロールだけなんですよね。このように音楽のコントロールだけの画面に移行することができます。でもそれ以外の画面に例えばですね、このサイドボタンを押してホームに戻りたいんですけど、もう止めるしか継続するしか出てこないんですよね。ですのでもうワークアウトに入ってしまったら停止すれば戻ることができます。これがかなり絞られた感じで、使い勝手はやっぱりかなり限られた中でやっていくということになっています。では最後にお伝えしたい不満点なんですが、それは画面をタップしても反応しないという点です。Apple Watch 限らずですけども、これよりもやっぱり高級機になってきますと、画面を触るだけで点灯する機能がついているのが多いんですよね。
でもこちらの端末に関しては画面タップには反応しないようになっています。このように腕を上げることによってこのように点灯する仕組み、もしくは消えた時にサイドボタンを押すことによって点灯する、このどちらしかないんですね。結構これがですね、やっぱり画面触ってタップで点灯したいなっていう時が多々あります。150日以上使ってきますと、こういうシチュエーションはやっぱり何回もありまして、やっぱりこういう画面タップでついてくれたらいいなと本当に思います。これは次のモデルに期待したいなと思います。はい、というわけでですね、やっぱり長く使ってきますとこのように不満もたくさん出てきます。まだまだ今取り上げてない面もあるんですけども、とは言っても今年最高のスマートバンドかなというふうに思います。それはちょっと揺るがないですね。しかしながら今後このいくつか今挙げてきた不満点含めて、そういうものを吸い上げて次期モデルには全ての機能を改善してくるわけではないにしても、だいぶ良くなってきたものがさらに出てくるのかなというふうに期待します。というわけで今回はファーウェイバンド6の150日間使用してきて出てきた不満点ということでお伝えしました。この動画が良かったよという方は高評価、まだの方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。このチャンネルは最新テックやスマートバンド、スマートウォッチ、またスマホ、格安 SIM などを含めて皆さんの役に立つ情報をお伝えしたいと思っています。ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。